動かないと何も始まらないから、自分の中でその大きな一歩っていうのはやっぱり韓国に行くことなんだなって。そこからとにかくエンターテインメントというものに改めてこういろんなもの見たり、自分が実際踊ってみたりとか歌ってみたりとかし始めて、その後僕はビッグバンさんと出会うんですけど、テレビで出会うんですけど、それは僕が朝の情報番組を見ている時に、多分ビッグバンさんがその日本デビューをされるっていうことで特集されてて、めちゃくちゃかっこいいなこの人たちみたいな。もう結構最初の方から僕はもう G ドラゴンさんが大好きで、ビッグバンさんにドハマりして、で多分その頃もう自分の中でちょっと自分も実際にああいう場に立って表現したいっていう多分気持ちが強かったんですよね。それはそれが日本であろうと韓国であろうと。多分ビッグバンさんを見た瞬間にもうそのビッグバンさんになりたいっていうのがただの憧れとかっていうよりかは結構自分の中では本気だったというか、もうこの人たちみたいになりたいんだって決めてて、その気持ちもあって調べる勢いも結構増して、じゃあどこにいる人たちなんだ、どの事務所にいる人たちなんだ、そしたらYG エンターテインメントで、それが韓国にあって、でその過酷なオーディションを通らないと入れない、やっぱそのくらい韓国はすごい大変な場所っていうのも分かって、でそのくらいからそれこそM カウントダウンとか、いろんな韓国の音楽番組とかを見て、こういうアーティストさんがいるんだとか、こういう事務所もあるんだとかっていうのもいろんなこと調べ始めて、でより一層韓国に行きたいっていう気持ちが強くなって、でいざお母さんに韓国行きたいですっていう話をしたら、じゃあ一緒に行こうかってなって、動かないと何も始まらないから、自分の中でその大きな一歩っていうのはやっぱり韓国に行くことなんだなって、11歳の時にも何か感じて決心して、お母さんに伝えて一緒に行こうってなって行きましたね。本当に大きな一歩だったとは思うんですけど、でもそこをやっぱりお母さんの支えもあるし、僕自身もあまり先々を考えずに、もうその時感じたまま動いたっていうのが本当に良かったなって今すごい思ってますし、そうですね、いや本当にだってね、もう6歳、8歳の頃にじゃあ韓国に自分がね引っ越してアーティストの夢目指して頑張るかって全く思いもしなかったから、結構急な出来事ではあったんですけど、でもその急な出来事がねここまで今ここに僕がいる理由にもなってるので、すごい良かったなとしか思えないですね。飛行機の中でも不思議な気持ちのままずっと乗って、で韓国着いたら、もうここからずっとなんつったらいいんだろう、数年はここで住むんだっていう、11歳にしながらも不思議な気持ちのまま韓国の生活がスタートしましたね。絶対今はじゃあ同じようなそのことをするってなると、絶対にこうなったらどうしようとか、数年後ここまで行ってなきゃ自分ダメだよなとか、とにかくいろんな不安だけが先走って、どうしても多分体身動き取れにくくなると思うんですけど、でもね11歳っていう年だからこそ本当にそのもう気持ちだけで前に進めたというか、それはすごいなってめちゃくちゃ思いましたね。ああやって旅立っていきましたね、僕韓国に。で2012年1月に行って、で、僕の中で頭の中ではまずあっちのインターナショナルスクールに行って、でインターナショナルスクールに行きながら現地のレッスンを受けてちゃんと実力をつけてから韓国のその YG エンターテインメントの事務所のオーディションに受けようと思ってたんですよ。でも僕のお母さんの韓国の知り合いの方が、ビッグバンが行ってるヘアサロン一回行ってみないみたいな。行きます
ってなって行ったんですよ。もう単純に聖地巡りじゃないですけど、ファンとしてね。で行ったら、こう YG のアーティストさんたちの写真とかブワーって飾られてあって、それはその自分が担当したからっていうので飾られてあるんですけど、あとそれこそビッグバン TV っていうドキュメンタリーがあって、そのビッグバン TV の中でもよく出てくるんですよ、そこのヘアサロンが。まだ僕としてはもう興奮しかなくて、担当してくださる先生が G ドラゴンさん担当してる方で、わーみたいな、もう緊張マックスですよ。で韓国語もじゃあその時喋れるかって言ったら喋れないし、で携帯片手になんか打っては片言の英語、もう英語喋れても緊張しすぎてまともに喋れないし、で日本語通じる方もいなかったのかな、だからとにかくもうね、どうしようって感じだったんですけど、先生の方からそういうエンターテインメント興味ないのってお話をしてくださって、実は僕ビッグバンさんみたいになりたいんですみたいなお話をしたら、もう本当に秒で何も言わず電話されててと思ったら、多分その時の相手が社長さんだったのかな、とにかく上の方で、いやオーディションちょっと今変わってみたいになって、変わりますってなったら、日本語通じる方で、ちょっといついつオーディションしたいんですけどみたいな、みたいな。もう僕もだってなんもだってレッスンもまだ受けてないし、本当にもうすっぽんぽんみたいな感じなのに、オーディションその場で決まっちゃって、でじゃあ分かりましたみたいな、じゃあ行きます、いつ行きますみたいな。でも本当に何も整理つかず、とにかく一旦オーディションが決まったから練習しなきゃいけないし、準備もしなきゃいけないしって中で、多分 1,2 週間あったのかな、準備してオーディションを受けに行きました。だから本当にオーディションっていう名のスカウトみたいな感じで、憧れてたYG エンターテインメントのまず会社の中に入れるってだけでもうゾワゾワするのに、なんか練習室の方からは当時の練習生の方たちの練習してるなんかね、曲とか声とか聞こえるし、YG ってポスターはブワーって貼ってあるし、歌って踊りましたね。もう当時の映像を見ると本当に鳥肌が立ちます。なんでこんな僕を入れてくれたんだろうってぐらいね。でもその後精一杯頑張りましたけど、そんな感じで僕のまずね、韓国に行くまでのエピソードはこんな感じですかね。はい。